気持ち悪い。まあトップランクさん触る必要ない。やっぱり調子悪いっす。こう走るじゃないですか。ブレーキ踏んでリアがこうポン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 っていう。これからこの跳ね跳ね問題をちょっと実証していきたいと思います。ああ、そうですね、右の後ろな感じですよね。この辺ですよね。話もあってからいろいろ調べてはいたんですけど、はい。ハイセンスとかが出て中古年来ますよね。今の。ああ、そうですね。あれが嫌でね。気持ち悪いですね。気持ち悪い。上に台を敷いて、そう。上縦ですよね。右が硬い感じですか、もしかして。そんなこと。いや、後ろの緩い感じがするなと思って。乗りますね。プッシュとかはしっかりしてますね。なんか昔この辺回すと車高がね。あ、そうですね。これでこの長さで足回りの高さのエアサス交換編ということで、ドクター服部よろしくお願いします。このエアサスね、テキサスから空輸か船便かなんかで来たあれなんだけれども、前期と後期がまさかね、品番が違うっていうのはね、そうですね。かなり驚きで、前期用はヤフオクにたくさん出てたんで、僕甘く見てて意外とないという。すぐドクターにやってもらえるんだろうと思ったら、品番が違うっていう LINE をいただいて、そうですね。探し回ったらテキサスのね、部品商さんがちょうど後期のリア、しかもこれ新品ですからね。これ今回ね、もう購入もうこれ2ヶ月前ぐらいにしたんですけど、めちゃくちゃ嬉しいのが、これ YouTube やっててね、嬉しいなと思ったのが、10セルシオのオーナーさんが、僕がエアサスで不調で困ってる動画を見ていただいて、程度いいのがあるから無料で使ってくださいっていうので、エアサス2本が届いて、素晴らしいですね。まさかのストックまであるということでね、本当 YouTube やっててね、よかったなって、本当にありがとうございます。リアがボヨンボヨンになっちゃってるやつっていうのが解消されればなと思うので、また装着後インプレッションさせていただきたいと思います。エアサスの修理終わったということで、昨日夜中までね、服部ドクターやってくれたということなので、実際今日これからテスト走行して本来の10セルシオの乗り味っていうのを体感していきたいと思います。ストロークっていうのをね、見てみましょう。柔らかいまんま。じゃあエアサスのなんかあれなのかなあ、でもいや硬くなってるそれではドクターよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうだろうね、乗り味が。新品のエアサス。あ、違う、もうわかる。あ、でも昨日より良くなってますね。あ、本当ですか。はい。全然違う。抜けちゃってた感が、ふわふわっていうのが、はいかなりなくなって、はい、これは適度な硬さですから。いや、不快がなくなりましたよ。細かいピョンピョン跳ねちゃうようなやつ。そうですね。あれもう完全に治りましたね。エアサス工賃ですね。作業をしてもらった3万6000円の工賃で、これ実際エアサスを輸入した料金がドルでやったら1500何十ドルだったんで、今110円計算では17万ぐらいか。17万の3万20万円ぐらいですかね。リア2本で。まあしょうがない。そう、もう1個上行きますもんね。で結構乗り回すと下がる感じはするんですけど、ただ下がっても9000ぐらいだから、ちょい高いですよね。9000でもね。ススなのかな。
なんかアイドリング高めでいろいろ調べてもスロットルバルブ清掃とかそんなのしか出ないんですけど、街乗りリッター4ぐらいになってるねこエアサスの自己診断れやっちゃいましょうか。ぜひ見えるところからちょっとこれからエアサスのこれ何チェックっていうんですかね、ドクター自己診断ですね。自己診断チェックをしていきたいと思います。もうリア変える時にはね完全にリアのショック漏れだっていうのでねやんなかったですけどね。そうです。今回は電気的なエラーの方が強いだろうという点滅回数で何のエラーが入ってるっていうのが表示されるようになっています。これをまず確認していきたいと思います。チェーンコネクターは短絡させたので、はい、もうされてるんですね、はい、これ場所はこの下か、ここです、ここです。はいが、お、消えた、ついた、これですこのハイトランプですね。73っていうのは出てないですね。またドクターちょっとよそ見してた時1個数え間違えてんじゃないの。もう一回数えてみましょう。1、2、3、4、57ですね。1、2、3、73 ないんですね。出てない。で、ちょっともう一回そっちの方で、はい、その733の意味を追求していきましょうか。これはこれでね、はい、ということで、まずその73というエラーコードが何なのか調べてということで、またさあ皆さんこんにちは、車小僧です。トップランクさんに今日お邪魔させていただいてます。例のエアサスようやく治ったかなというところなので、今日1ヶ月ぶりぐらいに再開、ここにね久々にいますけれども、トップランクさんの方にお邪魔していました。羽鳥さんありがとうございます。これですね。おお、これがユニット。はい、こっちがエアサスのコンピューターと、コンピューターとあとこっちが例の ISCV ってやつ。そうですね、アイドリングのコントロールバルブ。コントロールバルブと。これが探すの大変だった。なかったです。なかった。これがね、サイトアメリカのやつ探して、はい、一か八かだったけど合いましたね。そうですね、問題なく。問題、はい、一応念のためガスケットも1階のガスケットとして必要ないように処理してあります。ありがとうございます。はい、ありがとう。さすがユニットだもんね。今回これを変えてこれから試乗するんですけど、今回も明らか。今回は全然、安定して変わってない。そうするとコンピューターなんだね。そうですね。ちょっと中を開けたりとかができてないので、確実にっていうところではないんですけど。そうですね。この品番がね、鳥さん国内のヤフオクに出てたよっつって、おお、じゃあこれ取ろうって見たら7万とかするからさ。高いんですよね。これは高いよっつってでたまたまねアメリカにもあったからね。いくらだったか、こっちも安かったの。中古品だけど、はい、7000円。安いですね。そうで、こっちが中古で1万3000円だった。アメリカでこんだけ普通に流通してるもんなんですね。ね、だから LS400 と品番一緒なんだよね。そっち用で流通で全く同じ品番国内にはなかったね。もう1個しかその7万円。いやでもこれで結果治ったんだったらね、まずこの2つに絞るまでめちゃくちゃ今回服部さんありがとうございました。いえいえ、時間かかっちゃって、車小僧としてはそこ感謝ね、これでしっかり治ってくれてることを祈ります、ね、アイドリングもバッチリな感じ。最初は1000回転ぐらい、はい、冷えてる時、もうちょっと今温まっちゃったんですけど、カードを入れてください。冷えてると大体こんな感じで、はい、だんだん間違いなかったんだね。あんな ISCV 清掃まではよくね、ネットだとかでもね、そうですね、あれだけどもう交換っていうレベルだったもんね。今回のヒントとしては清掃してみて多少変動があったので、それがなかったら疑いだけでやるような感じだったので、これはね怖いのとガソリンがどんどん食っちゃうっていうのがね。いやだってギア変わっちゃうもん。そうですね、どんどん40キロぐらい出ちゃうんだもんクリープでどんどん出雲のコースで、はい、服部さんとの足回りドライブ3回目。前回もねこの辺だとうわ治ったわとかって僕リアクションしちゃってたんだけど、でももうここの違うね。このね収まり方が全然今までと違う。あれもでも今回ねコントロールユニットももう中古しかなかったから中古で行ったけど、一つなんか日本の会社に前回のエンジンコンピューターみたく物を預けて直してくれるみたいなところ出てたんですけどね。こっちがいいのかですよね。中古で直しちゃう方のがいいのか、修理する方のがいいのか、はい、ちょっと難しいところですね。コンピューターで減衰力のところの制御の部分がショートしてたのか、ただエアの量っていうんですかね、そっちはあれもコンピューターですもんね。もちろんね。そうですね、同じコンピューター指令出してるのね。ちょうど制御するところだけがダメになっちゃってた。中開けて見てみる。そうですね、はい、バラして1回確認しておきます。
やふわふわですね。いい感じ。今日本当のゴールでこのねエアサスが元に戻ったっていう完結編にはねなりそうだけど、エアサス編がスタートでしたからね。そうエアサス編長かったけどね。もうちょっと資料があれば最初からユニットっていう風に決めたのかもしれない確かにね。僕もいろいろね、まあネット情報だけですけれども、やっぱりエアサスが乗り心地悪いとか硬いとかっていうので、コンピューターっていうのはかなり可能性が低いって優先順位低いんですよね。どの車屋さんが言ってること。やっぱ本体か例のセンサーですか。そう今回こそ視聴者さん完璧ですね。もういや本当って言っていいんではないかとねねこれは良かったですわ。ちょっといろいろ交換しましたけど、交換した部分は良くなってるというポジティブな考え方でいいです。ただね、原因この2つの部品だと思いますっていう連絡をいただいて、こういう車の場合必ずね、じゃあ部品を調べてみましょうって、両方とも廃盤ですっていうじゃあ探しましょうってね探しましょうが一番大変なのそういい役割で、僕はもう部品調達係トップランクさんにはちょっといろいろ調べてもらって、作業とね、海を渡ってきましたよ、この部品が。これで直っちゃうんですよね。また旧車の楽しいとこですわ。ありがとうございます、バッチリですね。これ帰り楽しみですわ。今回交換したのがこちらですね。ここですね、はい、ISCV 頻繁間違いなかったですね。よかった。一応この辺に右側にですね。はいなるほどなるほど。内装を剥がしていくと、はいこの辺りに内側にフレームがあって、はいこういう風についてるっていう。なるほど。いくらですか。じゃあお値段の方が25,300円というところですね。なので今回の修理はこの25,300円に8,000円と13,000円の部品が21,000円ですね。今ですよね、46,000円ぐらいですかね。そうです。はい。ありがたいですよ。なかなかね、こうやってここまで車屋さん見てくれるところを探してもないですからね。この年式の車体になってくると、はい触る機会がほとんどなくなってくるので、はい。いろいろ頭の使い方だったり、トップランクさん触る必要ない車種ばっかりですから。この通り。やっぱり考え方はやっぱり一緒なので、情報がない時にどれだけ考え方でっていうのが問題になってきます。いやいや、車こそうとしては感謝でございますし、視聴者さんもね、よくこの車屋さんやってくれてんなと思ってますエアサスようやく治ったということでエアサス編これで終了できるのかなと思いますんで、長い間本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。そしてこれからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。